この駅は都会にあるにもかかわらず、昼間は全く電車が来ません。そんな駅をご存知でしょうか。ここは兵庫県の交通と商業の絶対的中心、神戸三宮。JR 阪急阪神、そして地下鉄が入り乱れ、1日に70万人以上が行き交う巨大ターミナルです。この巨大ターミナルからわずか数キロ、その至近距離に日中の運行本数がゼロという現代の交通網のバムともいえる超ローカル線が存在します。はい、ということで早速 JR 神戸線の下りホームにやってきました。やってきた普通西明石行きの電車に乗車します。ということで三宮から数分ほど到着した駅は兵庫駅です。 JR 神戸線に乗り込み、普通西明石行きで数分、到着した兵庫駅がその幻の路線への接続駅です。乗り場はこれかな。でもまだ改札通れないのか。階段を降りた先、コンコース内に突如として現れる無機質な乗り換え改札、その名は和田岬線。しかし現在ゲートは固く閉ざされ、冷酷にも入場不可のサインが点灯しています。入場改札の稼働は朝と夕方の極端に限定された時間帯のみ。それ以外の時間は物理的にホームへ近づくことすら許されません。そして時刻表がこちらです。運行ダイヤは知っていましたが、改めて見るとやはりすごいです。時刻表を見ればその異常なダイヤが一目瞭然です。この路線は終点に広がる特定企業の勤務される方々を輸送することに特化しています。そのため昼間の運行は完全に排除され、朝夕のラッシュ時のみ電車が動くという極端な運用がなされているのです。そして今日は休日です。なのでこれから乗る電車は休日の7時21分発の始発電車です。なんだこれ、和田岬線専用乗り越し生産機、こういうのがあるんだ。改札の構造も得意。和田岬線から直接兵庫駅の外へ出ることは不可能な構造になっており、専用の乗り越し生産機を使わなければなりません。兵庫駅売店ないんだな。あれ、よくよく見たら和田岬線乗り場が番号振られてない。また神戸線には1から4番線までが割り振られているにもかかわらず、和田岬線には振り分けがありません。ここは事実上の0番線。もう間もなく改札が開くと思うんで、その瞬間を見たいと思います。こんな感じなんだ。結構バラバラだったな。和田岬線乗り場に出口はありません。兵庫駅から先行くときはこの券売機を使うのかな。ちなみに和田岬線は通称名で、本来は山陽本線の一部です。改札を抜けると広い通路が広がっています。おそらく平日の朝はこの通路が人で埋め尽くされるのでしょう。電車はもうすでに停車中ですね。まだロープがあって、この先は行けないですね。ホームの先端には車止めがあり、ここが路線の起点であることがわかります。特筆すべきは停車している車両のスペックです。次の駅が終点というわずか 2.7km の単線区間を行き来するだけにもかかわらず、過剰ともいえる6両編成が投入されています。せっかくなんで先頭車両に乗って全面展望を撮影したいと思います。休日の車内は無人ですが、この暴力的なまでの輸送力が平日の凄まじい通勤需要を無言で証明しています。本日の始発電車、帝国で発車しました。すぐに線路が左右に分岐、電車は左へカーブしていきます。直進する右側の線路は山陽本線、神戸線につながっています。ちなみにこの和田岬線の最高速は 85km 毎時となっている。
阪神高速と国道2号線をくぐり抜けます。実はこの和田岬線、旅客輸送とは別にもう一つの巨大な使命を帯びています。この右に分岐する線路は日本の鉄道車両を製造・整備している川崎重工の工場へと直結しているのです。また現在は痕跡が消滅しましたが、現在地の明和通りから左へ神戸中央市場へと向かう貨物支線もかつて存在していました。小さな運河を渡ります。これが和田線海峡、日本最古かつ最初の鉄道可動橋です。そして橋を渡るとすぐに1962年に廃止された金坊間駅という駅が存在していました。現在のエビアスタジアム神戸が建っている広大な敷地はかつての金坊工場の跡地であり、当時はその工場内部へと引き込まれる専用線も敷設されていたのです。まもなく電車は終点和田岬駅に到着。電車は減速、そしてその先には車止めが鎮座し、これより先にレールは存在しないことを示しています。はい、ただいま電車から降車しました。所要時間およそ3分少々で和田岬線は完走です。車内あんまり見てなかったので気づかなかったのですが、何名かの方乗車してたんですね。この電車はこのまま折り返し運転かな。ご案内、そのまま電車に乗って養護駅で切符を買ってくださいとのことですね。この右側の平屋の建物も最初は駅関係の建物かと思ったんですが、普通にファミマでしたね。ファミマの看板ないな。でも和田岬駅には改札設備が一切ありません。運賃の収受はすべて乗車前あるいは降車後に兵庫駅の専用改札で一括処理されるシステムが採用されています。現在7時28分、今まさに折り返しの始発が発車するところ。そして本日は休日運行。次に来るのは終電の夕方の17時26分発の電車。ここから和田岬線は10時間完全に沈黙します。これは何だろう。駅の傍らにある歴史ボードには、かつての和田岬駅がもう少し南側に位置していたことが記されています。さらに歴史を紐解けば、この場所ではかつて神戸市電という路面電車と和田岬線が世界的にも珍しい立体交差を果たしていました。先ほど通過した和田線海峡も、かつては運河を行き交う船のために橋桁が回転する構造を持っていたことが写真とともに紹介されています。駅から少し離れてみたいと思います。この駅前の横断歩道付近で神戸市電と和田岬線が交差していたと思われます。そして現在はというと、この道路の下は神戸市営地下鉄が走っていると思われます。この正面に見えるのが地下鉄の駅で、そして前の和田岬駅はこの市営地下鉄の出入り口の左の路地の奥の方にあったのかな。駅の右側が、造船所の門かな。かつてはこの広大な三菱重工の巨大な造船所敷地内にも貨物船が網の目のように伸びていました。この造船所やこの先にある三菱電機で働く何千人もの人たちこそが
和田岬線の主役です。あの異様な6両編成の謎は、この三菱の巨大プラントを見れば完全に納得がいきます。このようにかつての路線網を考えると、現在の横浜の鶴見線みたいなインフラ感があったのでしょうか。この先は関係者以外立ち入り禁止か。戻るか。近くにあるお店もまだやってないですね。当然か。まだ朝の7時半過ぎだもんな。再び駅前へ。せっかくなので地下鉄を使わず和田岬線の沿線を歩いてたどります。駅のホームは住宅街の一角に溶け込んでいます。この小さな階段でもホームに出入りできるようです。実はこの異質な空間をめぐり、2011年に神戸市は JR 西日本に対し、和田岬線の廃止を正式に要望しました。表向きの理由は線路が地域を分断しているというもの。しかしその裏には、莫大な赤字を抱える並行路線の市営地下鉄海岸線へ乗客を誘導したいという自治体の強烈な思惑がありました。対する JR 西日本、黒字路線であることを理由に廃止を拒絶という話があります。ヴィッセル神戸のホームグラウンドであるスタジアムを横目に北上。この付近がかつてのカネボウの巨大工場跡地です。この橋から和田岬線の橋も見えるはず。あれか。そしてこの運河の橋の先に見えるのが敵でも紹介されていた和田線海峡。日本最古かつ最初の鉄道可動橋であり、かつては船が通れるようにあの小さな橋は回転していた。現在は固定されていますが、歴史を感じます。橋をまっすぐ歩いていくと、この先に川崎重工の工場があるはずです。ああ、この踏切のところか。この撮影禁止って書いてある。ということで Google マップの俯瞰図で代用しました。この工場と和田岬線の線路は直接接続されています。大都会にありながら昼間は絶対に動かない山陽本線の異端児、通称和田岬線。それは特定企業の通勤輸送に極限まで最適化された究極の合理性を持ちながら、同時にこの工場で産声を上げた真新しい新型車両を全国へ送り出す日本鉄道網の極めて重要なへその緒としての役割を今も静かに果たし続けているのです。最後にこの工場の近くに川崎重工の本社があるのですが、この光号と小玉号のオブジェがあります。車両ずいぶん綺麗だけど、これ実際に使われてた車両なのかな。どうなんだろう。さすがに外装は塗装し直してますよね。